ちゃ引く、めっちゃ引く。来た来た来た、やった。カキーンカキーン。今日はこちらの川にやってきました。足元が敷石になっていて穴があります。この穴の中に潜んでいる魚を狙っていきます。仕掛けは穴釣り用の仕掛け、ロッドも短め、そして重りと糸と針がついてます。すごくシンプルな仕掛け。使う餌は太めのミミズです。色の変わってるところの下に刺して体の中に針を通していきます。川の魚はミミズの匂いが大好きなので集魚力も高い餌ですね。1投目いきます。よし、この穴だ。もう穴を見つけたらそこに落とすだけです。そうすれば当たりが来て引き上げる。おお、もう当たってる。当たってるよ。当たった。引っかかってる、引っかかってる、引っかかってるよ、引っかかってるよ。よいしょよいしょよいしょ。引っかかってる、引っかかってる。なんか今引っかかったな。魚でしたね。なんだろう、もう一回行こう。もう一回やってみる。結構ね、穴は深いんですよ。なので当たりが来たらすぐやろう。なんか釣れた。おお、なんか釣れた。うわ、でっかめっちゃでかいんだけど。はい、ハゼですね。ハゼ、ウロハゼ。うわ、めちゃくちゃでかい。びっくりした。とりあえずここに入れておきます。おお、バケツいっぱいじゃん。よし、どんどん釣っていきますよ。おお、来てる。おお、当たりがある。めっちゃ当たるな。おお、来た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 。なんか釣れてる、なんか釣れてる。ちょっと待って、またサイズアップした。嘘でしょ。何これ、でかすぎなんですけど。あまりにも大きいからハゼだけど測ってみることにしよう。おいしょ。26センチある。さっきよりサイズアップしちゃった。ほら、でかっ。いや、正直穴釣りでこんな超過になると思わなかった。もっとね、なんかちっちゃい手長とかそういうのがこうパンパン釣れてくれるかなと思ったら、1投目2投目でとんでもなく大きい魚来て、ちょっと期待が持てそうですね、今日は。おお、何？ブルーギルやん。しかもがっつり食ってますね。びっくり。綺麗だな、君は。めっちゃ引く、めっちゃ引く、めっちゃ引きます、めっちゃ引きます。ちょっとまたサイズアップした感じする。なんかいる。持ってかれた、持ってかれた、持ってかれて。うわー、また釣れた。多いな君。いや、びっくりした。びっくりした。めちゃくちゃいるんだけど。まただ。来た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 。来た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 。釣れた。嘘だ。やったやった現れた。びっくりしたよ。君ちょっとちっちゃいけどね。おお、黄金色の綺麗なうなぎです。やりましたよし、せっかくなんでちょっと違うことしてみようかな。重りをやめて針を直でつける。 OK。 そしたらなるべく糸をギリギリまで巻いて、こんな感じでミミズをつけたら、この横穴を探りたかったんだよな。こういうとこ。おお、魚だ。魚が食ってきた。来た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 。やった。穴釣りで釣った
いやったー。でもちょっとちっちゃいけどやったよいしょ、外せそう。よし、取れた。これは逃げるんちゃう。よいしょ。逃げた。さようなら。ちょっとやっぱりサイズは小さめだったので、リリースと同時に逃げていきましたね。本当はちょっとね、観察したかったけどしょうがない。うなぎは釣れたんですが、持ち帰りのサイズがいないので、今から大きいのを狙います。餌はそのままミミズです。これで静かに待ってみます。当たってる。短い方当たってるよね。これ短い竿の方どうなん？魚かな。ただの草って可能性もあるんでね。これは当たりでしょう。ほっ、おえほっ、おあれ違う？あら違う押されて動いてただけですか？もっと分かりやすいもんね。なるべく草のあたり、住処になってそうなところ。よし、当たってるな、一番奥。おっと、ちょっと重いかもしんないこれ。来たけどちょっとちっちゃいけど来た。穴の中にいた子がそろそろね、地合いで餌を探しに動き回る時間帯です。これの大きいのが釣りたいんだよね。よいしょ。はい、針外しました。はい、来てる。ほっ、これはちょっと重いかも。おおちっちゃいうなじろう、めちゃくちゃちっちゃいです。でも天然うなぎらしくすごく黄色い個体。でっかいミミズつけよう。でっかいやついないかな。あ、これ大きい。針もでっかいのに変えた。そしたらもう小さいのはかかってこないんで、あとは大きなのかかるのを待つだけです。よいしょ。来てる。なんか違うよ。でかっ。ハゼでしょ。でかっ。びっくりした。これは今日一じゃないですか。めちゃでかいよ。ほら、30ありそうなぐらい。これ食べれそうなサイズじゃない？やった。違う魚おいナマズ？何これ？ハゼじゃない。わからん。なんだろうこれ。初めて釣りました。なんかギリギリ言ってる。リリース。バイバイ。ちょっとミミズ当たり多すぎるな。持ってかれてる。ほっくどうだい？これどうだい？これどうだい？また来ちゃったな。針大きいのに変えたのに。これは針がやっぱ大きいからすぐ取れる。オッケー。いや、夜までしっかりね頑張ったんですけれども、小さいうなぎが多かったですね。やっぱり釣るとかわいそうなので、もうこれで帰ろうと思います。全部針外しました。リリースします。バイバーイ。よし、オッケー。すーちゃんただいま。帰ってきたよ帰ってきたよ。いい子にしてたかな、すーちゃん。すーちゃん小屋飯が大好きだから待ってたよねよし、今日もご飯作っていくよ。今回の戦利品はうなぎとハゼです。数はたくさん釣れたんですが、サイズが小さかったですね。以前釣ったうなぎ2匹泥抜きをしていたので、ここでさばいていきます。30分ほど冷凍しました。仮死状態になってます。そしてハゼ、こんな大きいのがいるんですよ。岩場に住むウロハゼという種類の魚です。ちなみに産卵期が夏頃で、今がちょうど美味しい時期です。ということで今回はこちらを使って美味しい料理を作っていきます。よいしょ。串を打って
背中からさばいていきます。うなぎは何匹か一緒に容器に入れて泥抜きしておくと喧嘩してね、尻尾をね怪我する子が出てきます。これもう1匹のうなぎに噛まれた後ね、怪我をするとね一気に弱るので早く食べるのがいいと思います。内臓を取って骨を取っていきます。骨は立体的なんですくい上げるような感じでね、よいしょっと頭を落としてヒレも気になるようなら切っておきます。はい、こんな感じですそしたら食べやすい大きさに切ります。串打ちします。皮と身の間に串を入れるようなイメージ。よいしょ、よし、こんな感じです。くるんくるん。身と骨と肝に分けました。焼いていきます。いい香りしてきた。この焦げた香ばしい香りが食欲をそそりますよね。タレを塗ってテリッテリになったところがまた美味しそうですよね焼いたうなぎの串を外してよっちょ、食べやすく切っていく。このように切り終わったら、はい、じゃーん蒸らしておいたご飯よそってタレをかけて錦糸卵まんべんなく敷いてうなぎをドドーンとのせます。できました。うなぎ2匹分を使って作った特上ひつまぶし完成です。ご飯の上に錦糸卵とじっくり焼き上げた天然うなぎのかば焼きをのせました。蓋をします。まだご飯が熱いのでお米で蒸らされてふっくらすると思います。お水の中に焼いた骨と肝を入れて出汁を取ります。いい色になってます。少しとろみがありますね。ここに割烹白だし入れますめちゃくちゃ手抜きだけどすっごい美味しいから大丈夫。急須の中に入れる。美味しそうだ。たっぷり入れておきます。ネギ、わさび、ごまと刻み海苔、準備完了だ続きまして鱗を取って頭を落とします。内臓を取ります。身を下ろします。骨は硬いのでね、必ず取るようにしましょう。残りも同じようにさばいていきますね。袋の中に入れて唐揚げ粉、これはね水で溶く必要がないのですごく楽ですよ。振りまして油を熱して揚げていきます。両面カリッと揚がったら OK。 引き上げます。レモンを添えるとできました。ハゼの唐揚げ完成です。めっちゃ簡単に仕上げました。唐揚げ粉まぶして揚げただけ。レモンを絞ってさっぱりいただきたいと思います。はい、きゅうり私が知ってるきゅうりの10倍ぐらいあります。カキーン。ヘタを切ったらアクを取って種のところはね取り除きます。乱切り。ミニトマト切ります。南高梅美味しいんだよね。これ包丁で叩くのではなくて、以前梅干しを使った料理を作った時に視聴者さんからアドバイスいただきました。このまま入れて揉むだけ。はい、そうすると種がね綺麗に取れると。ライフハックだよありがとうございます。塩昆布、にんにくチューブ、練りごま、ごま油でもいいです。いりごまも少し足してよく揉みます。冷やして30分ぐらい置いておきます。器に盛り付けて鰹節を振りかけたらできました。きゅうりとトマトの梅昆布和え完成です。梅を入れて夏らしくさっぱり仕上げました。大根、皮をむいてすりおろしておきます。余分な水分を取っておく。このシェラカップサイズのざるどこで買ったのか聞かれることが多いんですが、100均です。100円で買いました。器に入れて三重県鳥羽市答志島産のしらす干し、地産地消地産地消ですねだし醤油をかけてしらすおろし完成です。これとご飯だけでもいけちゃいますよね。はい、
これで全部揃いました。すーちゃんおやつあげようか。じゃーん、ヤメール、このマグロ味をあげようと思います。じゃん。お、あれと似てるね開いてないんだよ、まだまだ開いてないんだよごめんごめん。すずはね、今14歳なんですけれども、もっとすずのことを知ってもらうために、すーちゃんが小さい時の写真をアップしたいと思います。はいこれはですね、だいたい3歳から4歳ぐらいの時の写真だと思います。今と顔はね、ほとんど変わんないですけど、もう少しぽっちゃりしてた気がします。可愛いでしょ。ちなみに性格はですね、おっとりしててのんびり屋さんなんですけれども、とにかく食べることが大好き、そんな可愛い猫ちゃんですまたね、動画内で少しずつすーちゃんの情報についてはお話ししていこうと思います。おしまい。おしまいだよはい、ごちそうさま。はい、完成しました。美味しそう。もう待ちきれません。すっごくお腹空きました。でも食べる前にまずは乾杯ですよね。三重県伊勢市を代表するビール、伊勢門さんの猫2匹。私が伊勢門さんを知った初めてのビールです。これね、めっちゃ高級なんですよ。ちょっとお値段もお高いんですけれども、いつ飲むの？今でしょということで飲んでいきます。これは本当に美味しいんだよ。貴重だし贅沢なの。いい香り。お待たせしました。それでは乾杯。美味しい。よーし、そしたらいただきます。まずは何と言ってもこれでしょわー、そのままいただきます。おいしい。油のりもいいです。硬くなっちゃうかなってちょっと心配してたんですけど、ちゃんとね、カリカリふわふわになってますね。最高じゃないですか。おいしい。そうだ、私の大好きな山椒、これがうなぎに合うんだな。いい香り。おいしい。よし、そしたらきゅうりとトマトの梅昆布。さっぱり。梅の酸味が効いてて美味しい。すごく箸休めにいいですね。めちゃくちゃ美味しい。しらすおろし。うまい結局うまいんですよ熱々の白米にも合うだろうな。おいしい。ハゼの唐揚げ、もしかしたら臭みがあるかもと思ったので、レモンはちょっと多めに絞ってみます。心配してた臭みなし。これはビール合います。びっくりしたごめんね。すごく大きかったので身が肉厚ですね。あえて皮を残したんですけれども、皮の弾力がいいですね。ひつまぶし2杯目ネギとわさび。うまい。うますぎ。ネギの風味とシャキシャキ感、このうなぎの甘辛だれに合ってる。
キュンときたわさび。マジで美味しい。お米が止まらないですねこれ。よし、そしたらうなぎだしをたっぷりかけて刻み海苔とごまサラサラっといきます。めっちゃ美味しい。お出汁最高。これも好きですね。うまい。お出汁はたっぷりかけるのがいいですね。ひたひたになるぐらい。ごちそうさまでした。大満足です。今回はうなぎの穴釣りの動画をお届けしました。テトラで根魚を狙うみたいに石の間からスポンと出てくるうなぎ、すごく貴重な体験ができました。うなぎの住処を狙って明るい時間帯に釣れるっていうのが嬉しいですよね。正直昼間から夜遅くまで狙ったので数はたくさん釣れたんですけれども、なぜか小さいものばっかりでした。これは場所によるものなのか、潮とか状況によるものなのか、全然私には分かりません。なんでなんですかね。もしうなぎ釣り詳しい方がいたら、大きいうなぎを釣る方法があったらぜひコメント欄で教えてください。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。すーちゃんの穴釣りは失敗